クニカホリックのオリジナルグッズがあるの。ワンちゃん用の迷子札。今日はここの蓋を作るのにアクリル板買ってきました。それを切り出してマグネットを埋め込んで、ここの部分にペタってやりたいシミュレーション。はい、くり抜いてます。それじゃあ行ってみるよ。お疲れちゃん、主だよ。元気いっぱいですね。元気だよ。今日はね、何をするかというと、我々ピクニカホリックのオリジナルグッズがあるの。これワンちゃん用の迷子札。これがサンプルなんだけど、アルミで削り出してこう18角形になってて、ワンちゃんのお名前と飼い主さんの、携帯の番号、これが入れられるようになってます。これをワンちゃんの首輪にぶら下げたり、あとはこっちのね、これ勝手にバックルタイプって呼んでるんだけど、これはね、こういう首輪のところに通してつけるタイプですね。こっちもこれ可愛いんですよ。こうなってこうなります。よいしょ。映るかな。このように、ワンちゃんにつけてあげると可愛いのと、万が一ワンちゃんが脱走したら電話をかけてもらえるんじゃないかと信じてるよ。今度ちょっと正式に販売をしようかと思って、それでね、こういうディスプレイも作ったの。プライス版で CNC ルーターか。これも綺麗に並ぶようになってるんだけど、いかにもこう手作りが難しそうな加工をしてるよ。こういうのはやっぱり CNC ルーターは向いてますよね。で、ここにアルミのプレートを埋め込んで文字も入れました。いいじゃないですか。ここにね、マグネットもつけたんですよ。で、ここに段差があるから、ここにアクリル板をね、同じ形に切って蓋を作りたいの。っていうか、その前にこういう切削した作品をさ、なんで動画に撮らないの？作るのをね、夢中になっちゃうとね、カメラとかね、忘れちゃうよ。それで今日はここの蓋を作るのにアクリル板買ってきました。3ミリあるそうです。それを切り出してマグネットを埋め込んで、ここの部分にペタンってやりたい。ガチャコン系だよ。それでこれをカットするのにレーザー加工機、ここにちょっと映ってるけど、レーザー加工機首打つでは切れないの。つけてる透明のアクリル板はね、半導体レーザーでは切れないそうです。なのでアクリル板はまた CNC ルーター、シャペオコでカットしてくるよ。それじゃあ始まるよ。やってきたよ。フュージョン 36T。 ぎこちないよ。なんで？今回作るのは、先ほどの迷子札のディスプレイの蓋、これをアクリル板で作るよ。今回描いたスケッチはこちらになっておりまして、一応手で取れる、切り欠きとマグネットを埋め込む穴を作ります。それでこれを 3D にするとこのようになっております。ここのポケットのところにマグネットが入る予定です。これを今回は3ミリのエンドミルでカットしていきます。いつものようにシミュレーションでポチッ。はい、くり抜いてます。ここにマグネットがぴったり入る予定で、最後に
ぐるっとカットをしていきます。こんな感じかな。 OK だね。それじゃあ秘密基地に移動するよ。ブーちゃん、秘密の工場にやってきたよ。ここしばらく、CNC ルーター、シャペオコの周りをいろいろとバージョンアップしてきたんだけど、ちょっと確認するよ。はい、現状はこのようになってます。まずは、掃除機を吸う装置を取り付けまして、吸いながら切削ができるようになりました。そしてこちらに外部ディスプレイをつけたので、タッチパネルで操作ができるようになりました。しかも収納ができるという、このね、便利になってます。おっとっとっと、よいしょ、収納ができます。そして今までここの下のデスクのところは iMac がど真ん中にドーンと置いてたんだけど、ちょっと移動してね、浮かせました。ここのこれなんつうの、こういうやつ、棒を2本この出して、そこに乗っけてるだけ。これをここ2箇所左右で取り付けて iMac を浮かせました。浮いてるんですよ、これ。なのでキーボードも下にも入る。これ結構ナイスアイデアだなと思っています。あとはこの辺ちょっと片付いてるようで散らかってるような感じですね。今ここの Mac であるところに実はインバーターがあったんですけど、モーターを回す時にやっぱり下に覗き込んでスイッチを入れるのがめんどくさかったので、インバーターはこちらに移動しました。よいしょ。ここでスピンドルモーターのオンオフができるようになりました。シャペオコを、操作するときはもう下を覗き込まなくても、ディスプレイもここで触れるし、モーターのオンオフや回転速度はここで操作ができるということで、とても快適になったんじゃないかと思ってるよ。それじゃあ今日は早速アクリル板の切削をやってみるよ。あれ、実はあんまりアクリル板ってこれでやったことない気がするな。あるかな、初めてか。よし、それで0点を出すのはこちらですね。ビット0置いて、それでOK です。これでスピンドルモーターオン。それじゃあ行ってみるよ。ちょっと失敗したぞ。原点がずれた。ちょっとね、フュージョンで作った設定が間違えてずれちゃいましたね。今直してきたけど。それともう一点、アクリル板はあれだね、熱を持つと溶けるからなんか盛り上がっちゃうね。これどうしたらいいの？溶けてるね。もっと回転をゆっくりにしようか。やり直しだよ。さあ再度チャレンジ。さっきのやっぱりね、回転が高い。回転数と抑えよう。熱を持っちゃダメなんだね。
回かな。それで今回は掃除機なしでちょっとゆっくり行ってみよう。スタート。なんかいろいろあって3回目のトライです。大丈夫かな。これはまた後ほどかな。はい、こんな感じになりましたね。思いのほか綺麗に切れたんじゃないかと思います。よし、剥がしてみよう。ああ、どうだ。アクリル板はちょっと匂いが出ますね。よし、見えないな。下に置こうか。わかんないな。アクリル板は説明が難しい。はい、こんな感じでとても綺麗にカットすることができました。ポケットもうまいこと言ってると思います。いいっすね。すごい綺麗。断面がね、美しいっす。グーです。はい、アクリル板をカットしました。ここのディスプレイの蓋にぴったり。おー、すごいですね。ぴったり。さすが、こういうところがね CNC の好きなところですよ。で最後はここにマグネットを、どっちだ、ここにマグネットを入れて、ここにパチンとくっつけばいいかなと思いますので、マグネット、こちらのマグネットを入れていきます。ボンであとは向きを間違えないようにマグネットを入れていく。いやー、ぴったりだ。すごい気持ちいい。これがやっぱり CNC 見せ場ですね。いいじゃないですか。すごいっすよ、この潜り具合。マグネットの若干ね 0.2 ミリぐらい深めに掘ったからね、ちょっとだけへっこんでるぐらい。これはうまいこといきましたね。でここにカチャンっていきたいけど、少し乾いてからにしよう。いやー、綺麗にカットできるもんですね。アクリル板もまたなんか今度違うことも、やってみたいね。 OK かな。よし、さてじゃあガチャコンしてみよう。せーの。うお、あら、おお、ぴったりじゃないですか。すごいですよ。どうかな。本当にディスプレイみたいになりましたね。美しい。ここの段がぴったりになるのが気持ちいいですね。すごーい。こんなです。プーン。はい、そんなわけで今回作ったのはピクニカホリックオリジナル迷子札のディスプレイケース、こちらを完成させました。すごいっすよ。製品っぽくなりました。今日はここのアクリル板を切り出したんですけど、多分ね、自分まともにアクリル板をシャペオコでカットしたのは初めてだったと思うんだけど、あんまり回転数をね上げると
溶けて固まってバリになったりするっていうのが分かったのと、あとはちゃんとこうセッティングすればすごく綺麗にカットができるのが分かったので、アクリル板の加工も引き続き何かに、活かしてみたいと思ってるよ。今回のこのアクリル板もいつものようにここにマグネットを仕込んでます。それでアクリル板の方にもマグネットを仕込んだので、ディスプレイとして飾っておくときはこの蓋をしとけばこう美しい感じで、手に取って触りたいよって時は外してあげれば、これもね一応ね指が入るように作ったんだよ。こうね、こうお客さんに見ていただけるということになってます。それでうっすら紹介したんですけど、ピクニカホリックのオンラインショップが出来上がりました。まだ商品の数は少ないんだけど、ちょっとずつ何か増やせていけたらなと思ってるよ。その中で今回はワンちゃん用の迷子札、ネームリングっていうのの紹介も兼ねて撮影をさせていただきました。主の動画ではこのような DIY の動画もたくさんアップしているので、よかったらチャンネル登録頼むよ。それじゃあまた何かを作ってみたいと思うよ。せーの、お疲れちゃん。お疲れちゃん、主だよ。CNC ルーター100億にやってきたよ。違和感があって、なんかまずいことになってるみたいなのね。変な音がするなと思ってて、まあ修理の方向でもう一回行ってみようかと思ってるよ。生まれちゃうけど大丈夫？バラバラになったんじゃない？うわー、ランこっち。おー。